こんにちは、とばログです。前回引っ越しますという動画をアップしたんですが、ついに引っ越してきました。はい、というわけで今は何もないこの空間なんですが、ここはねオフィススペースというか、YouTube の撮影だとかブログを書いたりとか、普段仕事用の部屋として活用しようかなと思っているスペースです。よく言えばめちゃくちゃミニマルでクリーンな感じなんですけど、悪く言うとねやっぱ事務所っぽいというか、ちょっとね殺風景な感じなんで、これからねちょっと徐々に DIY とかをしていこうかなと思っています。というわけで、今回はこの部屋についてだったりとか、なんで新居としてここを選んだのかみたいなところのポイントとかをね簡単に紹介していこうかなと思っています。後半の方ではちょっとしたルームツアーみたいなのをねこの部屋とかについてやっていこうかなという感じです。まだまだね荷ほどきはできてないんで、居住スペースの方は段ボールが山積みの状態なんですけど、とりあえず動画を撮っていこうかなと思って、今は動画を回しているという感じです。僕もともと中野坂上っていう新宿から結構近いところのねアパートに住んでいて、3年ぐらい暮らしたのかな、3年ぐらい暮らしたんですけど、なんでわざわざ都心からちょっと郊外の方に移ってきたのかっていうのはね、前の動画で紹介しているので、そちらを見ていただければと思うんですが、簡単にこの物件に引っ越してきた理由を紹介しておくと、まずはねちょっと前の動画とかぶっちゃうんですけど、海が近くて静かなんですね。割とねもう本当に海から3分ぐらいのところで、朝7時とかに起きてちょっと海岸沿いを散歩しながら写真を撮るとか、そういうのもできたりするし、今はねちょっと雨降ってたりとか梅雨っぽい時期なんでまだそんなに海には行ってないんですけど、晴れてきたらカフェに寄って、ちょっとコーヒーを買ってから海岸沿いを散歩みたいなのもねしていきたいなと思っています。割と海も近いんですけど、ちょっとね都会っぽいところもあって、買い物するエリアとかもねバスも出てるし、車を持ってれば本当にどこでも行けちゃうような感じの場所で、道路も広いし運転しやすいしっていうことで、ここを選んだんですけど、僕も結婚をして今奥さんと2人暮らしをしてるんですが、ゆくゆくはね多分次の引っ越し以降は子供ができるんじゃないかっていうことで、子供いる前提で考えていて、それでどうしてもやっぱり東京都内狭すぎるなっていうこともあったんで、それも含め引っ越しエリアを考えていたんですけど、この辺はね割とファミリー層というか結構家族で暮らしている人も多くて、同世代とかちょっと上ぐらいの人がね多いんですけど、こういうエリアだったら子育てもちょっと安心かなみたいなのも考えてね引っ越しているっていう感じですね。それで物件自体も結構ね子供連れの人が多い気がするんで、そんなに子供が例えば夜泣きするとか走り回るとかしてもちょっと寛容なんじゃないかなっていうのも、検討していた理由の一つにあります。そういう理由もあるんですけど、この物件に決めた一番の最大の理由としてはやっぱりこのスペースですね。これ居住空間とは別になってる専用のオフィスルームみたいなのがその物件にはついてまして、普通の住まいからちょっと離れたところにこういうワンルームというか10畳一間ぐらいのね事務所的な部屋がついてくるんですよ。これ電気代もネット接続も、メインの部屋さえ契約しておけば一緒になってるっていう面白い感じなんですけど、これを見た時にうわこれ YouTuber にとって最高の部屋じゃんと思ったんですね。結構ね YouTube ってブログとかと違ってやっぱり声を入るというか録音するじゃないですか。そうなると声が入ってしまうんで、家族にちょっとこの時間撮影するから静かにしててねって言わなきゃいけなかったりとか、家族にね迷惑をかけてしまうっていうのも結構あるかなと思ってて、そういう理由でねいろいろこうやってオフィススペースというか YouTube 撮影の専用のスペースがあるような物件探してたんですけど、ここは本当にもう居住空間と完全に別の場所にあるので、どれだけ声を出してもって言ったらまた違いますけど、こういう風に普通に喋って声を出すっていうぐらいだったら全然周りに迷惑はかけないのかなと思っていて、そういう意味でもねめちゃくちゃいいと思っています。でもこの物件に住んでる他の人とかの話を聞くと、ちょっと契約した仲介会社の話なんですけど、割とね子供部屋として使ってたりとか、あと書斎専用スペースとかリモートワークでね活用してるっていう人も結構いるらしくて、そういう意味でもね完全に居住空間とは閉ざされた場所にあるので、オンオフの切り替えというかそういうのがしやすいのかなと思います。あと普通に絨毯なんですけどマンションの中にあるので、結構ね鉄筋コンクリートで囲まれてる部屋なんですね。あとしかもここガラスブロックになっていて、なんかねこう柔らかい光が自然と入ってきて部屋がね拡散されて全体的にふわっと明るい感じになるのも個人的にはいいなと思っていて、そういうところも気に入ってこの部屋をね一発契約したという感じです。
これからの例えばニューノーマルとか最近言われてますけど、離れというかそういう形でね、なんかこれからいろいろ紹介していけると思うので、もし在宅ワークをしている皆さんとかの参考になればなとも思っています。というわけで簡単になんですけど、ちょっとねルームツアーみたいのしていこうかなと思います。部屋自体はね、さっき紹介した通りなんですけど、結構普通の感じです。で、こっち側は何もない壁になっていますね。で、向こう側が結構面白いんですけど、あっちが出口になっていて、玄関と同じようにロックがかかったりとか、ちゃんとインターフォンがあったりします。本当に在宅ワーカーのための部屋って感じがしますね、これは。で、天井の高さとかそんなに広いわけではないんですが、10畳ぐらいあるので、例えばこの部屋の真ん中にデスクとかを置いて、そこで作業をしながら、YouTube 撮影用のね撮影ブースもどっかに設置していきたいなって感じですね。あと結構やっぱり今何も置いてない状態なので、声がすごい響くんですよ。で、なんかちょっとねエコーがかってる感じになってしまうので、物を壁にいろいろ設置したりとか、今後皆さんが聞きやすいようにしていきたいなと思っています。で、今こっちの壁が真っ白い状態なんですけど、ここの壁はね、なんか現状復帰しなくてもいいというか、なんかペンキで塗装したりしてもいいらしいので、ちょっと色とかを変えていこうかなと思っています。で、今日光回線が通ったばっかりで、ドコモ光を契約してるんですけど、メインの居住区の方にねドコモ光を今設置してるんですが、なんか外線 LAN みたいなのがあって、そこの外線 LAN にモデムから引いた LAN を引っ張ると、ここからね受け取りというか受信ができるっぽいので、かなりこれがめちゃくちゃいいなと思っています。なので部屋は居住スペースとオフィススペースで別なんですけど、 Wi-Fi の契約は1回線で済むっていうのがめちゃくちゃ大きいですね。これ個人的にかなり気に入っているポイントです。あとオフィスルーム的な感じとしては、ここにトイレがついてるんですね。普通の感じのトイレなんですけど、トイレがついてるので、急にトイレに行きたくなった時も、オフィスから出ずにトイレに行けるっていうのがちょっと嬉しいポイントだったりします。あと個人的にあんまり気に入ってないポイントとしては、このフロアですね。なんかチェスのボードみたいな柄になってるんですけど、これやっぱね結構オフィス物件っぽいというか、ちょっとオフィスっぽい感じがするんですよね。なのでここはね張り替えていきたいなと思っています。ちなみにこの下は普通にコンクリートの床っぽくなってるんですが、ここ結構のり付けされててベタベタしてるので、コンクリートっぽい感じで使うのは難しそうですね。ちょっと前にモノグラフの堀口くんがねクッションフロアっていうのを使って、1万5,000円とかでこの部屋全体の床の色というか、床をクッションフロアで覆うみたいな動画をアップしてたので、それを参考にしてちょっと違う風合いにしていこうかなと思っています。はい、ちなみになんですけど、居住空間の方は部屋が4つほどありまして、3LDK の物件ですね。で、そのうちの一番狭い6畳の部屋をこんな感じで今は物置的な感じで一旦いろいろなガジェットとかね荷物を収納しているという感じです。前の物件で使っていた DIY のグッズとかその資材とかはね今ここに置きっぱなしの状態なんですが、これもそのうちカットをして別の部屋で使ったりもできると思うんで、一旦ねここに置きっぱなしにしています。ちなみに引っ越し業者はアートを選びました。アートがねやっぱり最大手ということでかなり安心感があったっていうのと、価格も他のところと比べてねそんなに高くなかったので、アートにお願いしたという感じです。多分ね次の引っ越しの時もここにお願いするかなというぐらい良かったです。で、今作業部屋には何もない状態なんですけど、じゃあどういう風に作業してるのっていうと、今ね簡易的にこのベッドルームのところに前の物件でスタンディングデスクとして活用していた天板に IKEA で購入した足をくっつけてこの部屋では使っています。居住スペースにもちょっとした作業台というかデスクが欲しいなと思っていたので、一旦ねこれを寝室の方に持ってきたという感じです。本当に何もない殺風景な状況なんですけども、一応電源と Wi-Fi があるということで最低限の作業ができている状態です。動画編集用のツールとか、あとキーボードがあったりとかトラックボールがありますね。またね落ち着いたらこの辺のスペースも紹介していこうと思ってるので、楽しみにしていてください。
ちなみに今回の動画とはあんまり関係ないんですけど、最近買ったこの小さな平屋という本がね結構面白かったです。狭い居住空間をなるべく収納で生かしたりとか、ナチュラルウッドな感じで統一するとか、そういうねなんか暮らしとか、あとYouTube スタジオをこれからいろいろ DIY していこうと思ってるんですけど、そういうなんかアイデアとかを教えてくれたりみたいな感じで、結構久々に面白い本に出会えたのかなと思っています。こちらも概要欄にリンクを貼っとくので、気になった人がいたらチェックしてみてください。これから YouTube を撮影していこうと思っているこの部屋についてね簡単に紹介してみました。というわけで、まだまだね本当に家具もなければデスクもないし、なんならこの上の照明とかもまだつけてない状態なんですけど、書斎っていうわけではないんですけど、ちょっとオフィスっぽい感じというかね、YouTube スタジオ的な感じで工夫して作っていこうかなと思っています。クッションフロア引いたりとか、ちょっと YouTube スペースを作ったりとか、あとデスクもかなりでかいやつを購入してきたんで、そういうの設置していこうかなと思っています。であとね、居住スペースの方なんですけど、まだやっぱり段ボールが敷き詰められてたりとか全然できてない状態なんで、もうちょっと落ち着いてレイアウトがちゃんと決まってきたらね、ルームツアーという形で紹介していこうと思っています。それが落ち着いてきたぐらいからガジェットのレビューとかそういうのもねしていきたいなと思っているので、是非楽しみにしていてください。というわけで今回の動画は終わりにしたいと思います。今回の動画が気に入っていただけたらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。とわログでした。